皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモレジです。前回に引き続き下水道の工作を続けてまいります。今回はご存知の方も多いと思われる車両用ライトパーツヨミレンズでおなじみのヨミテックスさんの製品とコラボします。で、どんなコラボだよって疑問を持たれる方も多いと思います。最後までお楽しみいただけましたら幸いです。前回は区形距の下水管を作り、円形距の枝線と合流する部分のマンホールの下部のマスを作りました。今回は円形距の下水道枝線の工作からスタートします。外径 3.5mm のプラパイプを使用して前回の配置検討をもとにパイプを切りました。爪楊枝をスタイロフォームに刺してそこにパイプを刺して塗装します。塗装を終えたらマスに枝線の円形距を接着し、スタイロフォームに刺した爪楊枝にパイプを差し込んでジグとして活用し、乾燥するまで待ちました。次に区形距の再現で使用したプラストラクトの正方形柱をかち割って両サイドにプラ板を接着しました。この部材で水表現の実験を行います。今回水表現はずっとクローゼットに眠っていた以前使用したモデリングウォーターがまだ残っていますので、この素材を有効活用したくてこちらを使用しました。数日間乾燥させました。透明度もしっかりあっていい感じです。このように乾燥後も表面に粘土がありますので、ホコリ対策も考えて製作します。モデリングウォーターに加藤の波音カラーを調色したものを混ぜて攪拌したものを流し込みました。私の接着が甘くってほとんど漏れてしまいました。でも収穫もありまして、ご覧のように調色して攪拌させても時間の経過とともに分離してしまうということが分かりました。説明書を見ると塗装面の上に製品を注ぐとありますので、偶然水底カラーがありましたので、これを使用してマスの底面と下水管の底面を塗装して汚水を再現します。再び正方形柱をかち割ったものを用意し、水底カラーを塗布してモデリングウォーターを流してテストをしました。問題なさそうですので工作を進めます。まずはマスの底面に汚泥を再現するために情景テクスチャーペイントを塗りました。続いて水底カラーを少し塗ります。この時下水道枝線の合流部からどんなに水が流れても落ちなそうな汚れを水底カラーで塗りました。また上から墨入れ塗料を塗布して黒みを追加しています。ヨミテックスさんから噴水などを再現するパーツ、製品歌唱ヨミの滝の試作品をいただきました。ヨミさんありがとうございます。感謝です。まだ製品化の時期は未定とのことですが、既存の製品もたくさんありますので、ヨミテックスさんの通販サイトのリンクを概要欄に貼りました。本来は駅前の噴水などへの使用を想定したパーツとのことでしたが、上下を逆転させて水底カラーを塗り、その上からモデリングウォーターを筆塗りで塗布しました。リアリスティックウォーターよりも粘性が高いので、このような工作に適しているようです。これを下水道枝線の合流部に接着します。素材の漏れ防止と保護のため、カットした 0.2mm 厚の透明プラ板を瞬間接着剤で固定しました。予想はしていました。予想はしていたんですけども、予想以上に透明プラ板が気化した接着剤で発火してしまいました。もうなったものは仕方ないので、透明プラ板にこれでもかってぐらいに複数回にわたり墨入れ塗料を塗布して白が落ち着くまで繰り返し作業をしました。モデリングウォーターのチューブから直接部材に投入するのは嫌な予感しかしないので、ここは一旦落ち着いて塗料皿にモデリングウォーターを適量入れて、それをマスに流し込みました。区形距にも透明プラ板を接着しました。そこに塗料皿から筆を使って少しずつモデリングウォーターを流しました。ちょっと分かりづらいですが、マスよりも下流側の区形距にも筆を使用してモデリングウォーターを塗っていきました。この作業ですが、内壁などにモデリングウォーターがつかないようにかなり気を使いながら慎重に作業を進めていきました。マスの下流側の区形距はわざと切り替えていました。この切り欠きに直接モデリングウォーターを注入して、ところてんのように筆で前の方へ押し出していきました。どうしても水底を塗装しているので透明感あふれる下水になるのですが、普段は地中にある暗いはずなので濁って見えるんじゃないかなっていう希望的観測でこのまま仕上げます。点検用の足掛けを作ります。プラ板を切り出し 1.5mm の手すりを黄色く塗装しました。
塗装したプラ板に手すりを接着し、墨入れ塗料で汚します。黒ずんだイメージで作りました。出来上がった足掛けをマスの中に接着します。モデリングウォーターに触れてしまうと水面が傷つきそうでしたので慎重に作業をしました。左側のマンホールの下部になる部分に接着をします。このように完成しました。塗水でニヤニヤしてしまうのは私だけでしょうか。上から覗くとお泥が見えます。なんかこれでもいいかもなんて思い始めました。茎液の断面から覗くと奥まで汚水が流れている姿がわかります。やっぱり全体に水表現してよかったです。ホコリの吸着を防ぐために断面の全体に透明プラ板を貼ろうと既存の透明プラ板を離しました。ところがモデリングウォーターの断面がボコボコになってしまいました。これはやばいので、マスの断面は透明プラ板の上にさらに透明プラ板を貼ることにしました。ここまでご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回は再び線路工作になります。次回もお会いできることを楽しみにしております。さようなら。